はいどうも JMK ライドのファルコンです。フリースケートの練習方法やコツなどを教えてます。今回はワンフッターの練習方法について説明したいと思います。ワンフッター走行を始める時期についてなんですけれども、自走ができるようになってから始めてください。自走ができるようになってから、別の形の自走、クロス、スネーク、パラレルであったりとか、あとは別の技、トリックとかをやりたい方もいらっしゃると思うんですけれども、それと並行して、ワンフッターも練習してみてください。ワンフッターは、自走と同じように、いきなり最初から滑れません。で、ワンフッターはワンフッターで一からまた練習しないといけなくなるので、早めに感覚をつかんだ方がいいと思います。では、ワンフッターの姿勢について説明していきます。ワンフッター、片足で立つっていうことは、そもそもなんですけれども、人間2本足で立ってるので、両足で上半身を支えて立ってます。なので、上半身と両足の三角形でバランスをとってます。なので、片足立ちしようとすると、そのままの状態だと転んでしまいます。じゃあ、どうやったら、片足立ちできるかっていうと、上半身をその片足する方に傾けて立つ。もしくは、上半身と足を一直線に並べて、かかし立ちする。この2つが、片足立ちできるやり方なんですけれども、ワンフッターについては、そのかかし立ちをお勧めします。じゃあなぜかかし立ちの方をお勧めするかというと、1つ目に説明した体を傾けて立つっていうやり方についてやると、例えば後ろ足で、体を傾けて立っているとき、この状態で後ろに転ぶと背中を強打します。逆に前足に傾けて立っているときに、前側に転んでしまうと、顔面、頭を強打してしまいます。ですが、かかし立ちしているときには上半身がどちらにも傾いてないので、安全に乗ることができます。じゃあまず、ワンフッターやるための練習方法、ステップ1としては、まずこのワンフッターで立てる、自分が一番立ちやすい位置を確認するために手すりを使って、このかかし立ちを実際やってみましょう。こんな形で、前足、後ろ足、両方ともちょっとワンフッターでどの位置が安定するかっていうのを試してみてください。で続いてステップ2、今度は実際に、片足だけ乗って、速度はもう本当ゆっくりでいいので1秒ぐらいでも構わないので、最初は30センチぐらい片足立ちができれば OK です。でそのうち50センチ、1メートル、2メートルという風な感じで、距離が伸びてくるので、まずは最初少しずつでいいのでワンフッターをやってみましょう。はい、でここでも注意点なんですけれども、ワンフッターして1回足をついたら必ず止まってください。連続してやろうとするとどんどんスピードがついてきてしまうので、ちょっと危険になってしまうので、必ず1回止まってリセットしてからやるようにしてください。でこのステップ2でなかなかうまくいかないっていう人は、これから説明するいくつかの点に注意してやってみてください。はい、1つ目なんですけれども、スタートするとき、デッキに乗ってる足は膝しっかり曲がってると思うんですけれども、地面についてる足を離した瞬間、膝が伸びちゃったりしてないでしょうか。膝はずっと曲げたままにしておいてください。頭の位置を変えないようにってイメージすると、膝しっかり曲がったままスタートすることができます。で膝が曲がっていると、足のクッションがしっかりある状態になるので安定します。
はい、2つ目です。前足でワンフッターする場合で、前側に倒れてしまうっていう方は、上半身と足の位置、これが、足の位置が少し上半身よりも後ろすぎます。なので、前側に倒れてしまう。で、逆に、前足でワンフッターしてるときに、すぐ後ろ足が、地面についてしまう方。それは、上半身よりも足のデッキに乗ってる前足の位置が少し一直線になってなくて前側にあります。そうすると、右側に、後ろ足側に傾いてしまうのですぐ足をついてしまう。なので、もう少し一直線にするように内側に入れてみてください。はい、3つ目。その逆なんですけれども、後ろ足でワンフッターをする場合で、すぐ前に足をついてしまう場合は、上半身の位置に対して、足の位置が後ろにあります。なので、こちらの前側に倒れそうになるんで足がついてしまいます。で、逆に、後ろ側に倒れそうになってしまう場合。これは、上半身の位置に比べて足が前にありすぎる。なので、後ろに倒れてしまうので、もう少し後ろ側に持ってきてあげるようにしてください。足と上半身の位置を気にして滑るようにしてみてください。はい、ここまでできてきたら、ステップ3です。ワンフッターして、浮かせてる足のデッキを、ゴール地点に、セットしておきましょう。それでワンフッターで始めて最終的にキャッチするっていうところまでやってみましょう。はい、こんな感じで、ワンフッターの成長ってワンフッターのできる距離によって成長を実感できると思うので、自分の実力に合わせて、ゴール地点を定めて、そこにデッキを置いて、キャッチするところまでやってみてください。そもそもフリースケートって2つのデッキに乗ってやるスポーツなので、ワンフッターで始まってワンフッターで終わるっていうものではないので、キャッチするところまで意識して、遊んでみてください。ステップ3で5メートル、10メートルワンフッターして、デッキをキャッチすることができれば合格です。次のステップとしては、ワンフッターで自走するっていうのが目標になってくると思います。こんな感じでワンフッターでも自走できるんですけれども、ワンフッターで自走するっていうのは、両足で乗って普通に自走するのと同じで、最初、まず、バランスが取れて初めて足が動かせる。ワンフッターも同じで、片足走行、ワンフッター走行でバランス取れて慣れてくるってなって初めて足が動かせるようになります。で、ワンフッターだけの練習するっていうのも、なかなか時間ずっと割いてるのも難しいと思うので、こちらは気長にやってもらって、だんだんワンフッターのバランス力がアップしてきて、足も自然と動かせるようになってきたら、体を振ることによって、内股が2股っていって足が動かしやすくなるんですけれども、自走の、ワンフッターの自走も試すようにしてみてください。はい、ワンフッターの説明はこれで以上になります。また見てください。